このポッドキャストは日本語を聞きたい人のためのポッドキャストです。こんにちは。OK ジャパニーズです。今日は京都の話をします。京都に仕事に行った話です。僕はそこでホテルに泊まりました。そのホテルはとても新しくって綺麗なホテルです。ドアを開けるとスタッフの人が笑顔でいらっしゃいませ、こんにちはと言ってくれました。僕は思いました。これはいいホテルかもしれない。これはいいホテルだろうな。そう思いました。それでホテルはね、受付があって、そして左の方に広いスペースがあります。本棚がたくさんあるんです。本がたくさんある、ホテルなんです。そして階段になっています。階段があって、階段の途中には椅子があります。そこで本を読んだり、人を待ったり、ロビーとして使ったりできる、そんなおしゃれなホテルです。僕はチェックインした後、部屋に行きました。部屋には2段ベッドがあり、一人の部屋なんです。一人で泊まる部屋。だけど、2段ベッド。これは珍しいですね。あまり見たことがありません。2つ使える。どちらで寝ようかな。上のベッドか下のベッドか。どっちで寝ようかな。そんな風に考える。そんなね、ホテルです。それでここのホテルのいいところがあります。それは大きなキッチンがあるところです。シンクが2つあって、台所は広くて、食べる場所もたくさんある。広い部屋に綺麗なキッチンがあるんですね。そこは誰でも使うことができます。泊まった人は使えます。共用のキッチンです。僕はその泊まった日の次の日の朝、そこで朝ごはんを作りました。で、朝ごはんを食べてね、一人で、楽しいホテルだな、いいホテルだなと思っていたんです。そこで働いているスタッフがいました。働いてる人は外国人がたくさんいたんです。みんな若い感じです。多分20代の人がほとんど。20代、30代の人が働いています。それで、あるスタッフのみんなが話しているのが聞こえました。スタッフの会話が聞こえてきたんですよ。どうやら、彼女たちはまだ20代前半、とても若くて、明るい人たち、でした。そして、いろんな話をしていたんですが、日本語の話が聞こえてきました。一人のスタッフの人は外国人だけど、日本語がすごくうまいんですね。とても綺麗な日本語を話していました。その人に向かってある別の人が日本語上手ですね。本当にすごいです。そんな話をしていました。
で、言われた人も、いや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 、まだまだです。まだまだ上手じゃないです。ね、そう言っていました。もうとっても上手な日本語ですよね。で、その2人はまだあまりお互いを知らない。あまり話したことがないようでした。初めて話すのかな。そこで、どんな YouTube を見てる？とか、どんなポッドキャストを聞いてる？なんてね、話をしていました。もちろんね、僕はちょっと、興味あるなと思って、ね、ちょっとね、聞いてしまいました、会話を。うん。そこでですね、あの、一人のスタッフは言いました。ゆうゆの日本語ポッドキャスト聞いてます？ね、そう言っていました。やっぱりね、もう皆さん多分知っているゆうゆさんのポッドキャスト。こうやって京都で実際に人から聞くと、わあ、すごい、すごいなあと思いましたね。はい。で、その日の夜かな、その次の日かな、僕はね、初めてゆうゆうさんとお話ししました。はい。ええ。ポッドキャストはね、撮っていないんですけれども、まずは、初めましての会話を、あの、オンラインでお話しすることができました。そう、ゆうゆうさんはね、僕が作った曲、旬の曲、簡単な日本語の曲ですね。ただ歩いていこうとか、たけしさん、そういうね、僕は曲を作ったんですよ。もし、ね、聞きたい人は、旬の、Spotify とか Apple Music とかで聞くことができます。YouTube にも載っています。で、ゆうゆうさんがその曲をね、聴いてくれたんです。で、聴いてくれただけじゃなくて、いろいろね、ポッドキャストでも曲を流してくれました。曲を流してくれたし、インスタグラムでも、この曲いいねって、言ってくれたんですね。いやー、とっても本当嬉しかったですね。今回は、コラボのポッドキャストとかないんですけど、ちょっとまたいつか、コラボレーションのポッドキャストや、ビデオ撮れたらいいなと思っています。はい。そんなホテル、面白い体験があったんですね。で、僕はこの京都は半分旅行、半分仕事、そういう旅だったんです。行ったのはお正月からすぐ1月3日に行きました。まだね、日本は新年だ、新しい年だと言って、いろんなお店は休んでますね。ほとんどのお店はお休み。そんな時に行きました。だからね、ホテルが安かったんですよ。今、この冬の寒い時期で、京都のホテルはね、すごく安くなっていたんですね。僕が泊まったのも3500円。一泊一人3500円だったんですよ。とても安いですね。これだけ安いならいけるぞと思ってね。ちょっと長く
京都に行きました。で、京都駅の北と南とありますね。上と下。で、南の方のホテルが安かったんですよ。京都の有名なものがたくさんあるのは上ですね。北側。北側に、いろんな、清水寺とか、ね嵐山も北の方、だいぶ北ですけど、たくさんある。中心地も北ですね。四条とか。鴨川の有名な場所も北ですね。だけど、ホテルは南側。だから少し安い。ということで、僕は歩いて、テクテク歩いて、ホテルに向かいました。徒歩13分ぐらいかな。13分。これどうですか皆さん。13分。ギリギリですよね。僕もギリギリでした。行きは、最初は、スーツケースもあって、ちょっと大変だけど、まだ元気だったから、歩いて行きましたね。でも途中からはバスです。バス。で、ホテルはね、でも綺麗で、いいところでした。で、フロントにね、ウェルカムドリンクで最初に飲める無料のドリンク、飲み物がありました。そこにお水とかコーヒーは普通ですよね。で、そこに甘酒もあったんですよ。甘酒って知ってますか？甘い酒と言いますが、お酒ではありません。甘いね、あったかい、お米から作る飲み物です。でこれは、あ新年とか、お寺ね、お寺に行くとお店があるんですよ。出店があるんですよ。そこに行くと売ってるんですね。湯気が出ながら、大きいね、鍋に白いお米みたいなのが入っていて、それをかき混ぜているんですね。それをね、寒い日に飲むとあったまるんですね。だから新年には甘酒、なんかそういうイメージがありますよ。なので、そこにウェルカムドリンクで甘酒があるのは嬉しかったですね。自分で甘酒を注いで、俺は美味しかった。うん。少しでいいんですよ。甘いからね。結構甘いです。どれぐらい甘いかな。ミルクを15倍甘くした感じかな。うん。ミルクに砂糖をたくさん入れた感じ。そして少し酸っぱさも感じるんですよ。少しだけね。そんな健康にいい、飲み物が出されていました。そういう時、振る舞われていたと言いますね。振る舞うというのは無料であげる、無料で配る。お寺で甘酒が振る舞われていましたとか。それはね、よく新年に聞きますね。それで僕は、夜にご飯を食べたいと思って街を歩きました。その日はね、もうホテルの近くで食べようと思って。で、歩いてね、いろんなお店を見たんです。でも全然やってないんですよ。もう8時ぐらいでした。夜の8時。僕はもうお腹がね、すごく減っていたんですけど、
全然やってないんですよ。全然やってない。でも調べているとね、レストランを。なんか、韓国料理屋がね、多かったんですよ。韓国のお店がたくさんある。で、あとね、お好み焼き屋、鉄板焼き屋もね、たくさんあったんですよ。なんか安い、お母さんがやってる鉄板焼き屋がたくさんあって、で街を歩いてても、なんかそうなんですよね。韓国の雰囲気がちょっとある。全然知らなかったですね。あ、京都の南側は韓国の人が多いのかなと思ったんです。で、それで少し調べると、やっぱり多かったみたいですね。なんかやはり昔に、たくさん韓国の方が来て、住んでいた。で、そこから住み始めたらしいんですね。で、お好み焼き屋さんも、その韓国の人が始めたお店がたくさんあるらしいんですよ。なんかね、それがね、あ、新しい京都の一面だなと思いました。やはり京都といえば、京都って言われたら、お寺、日本、日本文化、そういうのが一番大きいイメージですけど、もちろん住んでる人もたくさんいます。で、住んでる人の中には、もちろん日本人だけじゃない。いろんな国の人も住んでいて、街を歩くと、あ、そういう発見があるんだなと、面白いなと思いましたね。僕は京都に10回以上行ってますから、有名なお寺や有名なスポットはもうたくさん行きましたから、そういった有名じゃないところとか、普段人が住んでいるところ、えー人の生活はどんな風だろうなと、最近はね、見て楽しんでいます。歴史を調べたり、昔はこんな風にして街ができたよとか、昔はここに大きな池があって、昔は土がなかったんだよとかね、そういう歴史を調べて歩くと、どんな場所でも面白いですよね。お金をあまりかけずに、テーマパークにお金を払ったりせずに楽しむことができる。ね。安く楽しむこともできる。そういう旅行もいいんじゃないかななんて思った京都でした。はい。そしてその後、旬と、いろんなね、動画を撮って、ポッドキャストも撮りました。旬と寝ながら撮ったポッドキャストも、その京都で撮ってます。うん。僕たちはなんでこんなに合ってるかというと、実は一緒にね、日本語ビギナーのための、ものを作っているんです。こうやってね、無料で皆さんに見てもらえるものと、あとね、お金はかかるけど、とってもいいもの、勉強の助けになるものを作っているので、もうちょっとでその発表もできるかなと思います。はい、今日はありがとうございました。トランスクリプトはウェブサイト、OK Japanese ウェブサイトにあるので、そこでもしよかったら見てみてください。それでは、さよなら。